来月分全部埋まってしまうほどの超人気店で、強そう。そうなんです。おお、全部入れた。タイ激辛を用に取り寄せた中華のプットジョロキアの唐辛子ペーストにしたやつです。おお、辛いです。これやばい。あ、でも辛いわ。いややばい、もうあれなっちゃったんだ、時戸さんは。なっちゃったかも。なっちゃう。ここで出てくる。皆さんこんにちは。レストロトジの時戸でございます。はい、小作です。今回は激辛王シリーズ第12回ということで、東京はですね、四谷にあるこちら、中国南方料理南さんにお邪魔しております。トパンガスタジオと近いんですが、めちゃくちゃ近いです。なかなかちょっと入っただけで一風変わった雰囲気があるんですが、はい、そして、激辛王といえばこの方、早速登場していただきましょう。どうもです。あ、こっちこっち。真ん中でございます。どうも。よろしくお願いしますます。準レギュラー。はい、板橋さん。もう激辛王の、外に、お邪魔するロケでは、ね、毎回来ていただいて、確かに。でもこの前期間坊だけはまあそうだね、フードさんだったんです確かにね。そしてですね、こちらの南方中華料理南さんなんですが、店主の方がですね、非常に格ゲーシーン好きでございまして、昔から配信等を見ていただいてるんですよ。僕の配信も見ていただいてるご縁もあって、今回この企画をね、オファーを出させていただいたところを引き受けてくれたという運びで今回やらせていただきます。なるほど。ありがたいね。でさらにこのお店なんと完全予約制で、もうなんなら来月分全部埋まってしまうほどの超人気店で、強そう。そうなんです。僕は前にお邪魔した時もたまたま予約空いて、亀子さんと一緒にじゃあ行くかっていう流れでして、でも経験済みと。経験済みです。なるほど。でこちらですね、まあ1人コースが、8800円となかなかねお高い、高級中華料理と。なるほど。まあね、普通の中華料理にどうやら食べ飽きた方がこっち来て珍味を味わうといったマニアックなのか。上級だな。ね、テイストで、だから今までの激辛は多分一線を隠すという。確かにね。ちょっとモノホン出てきちゃったら困りますよ。なんかその麻婆豆腐食べるとか、そういうなんかその朝パチャでやらせていただいてるんだからさ、こっちはさ。そうでも12回なんで、そろそろやっぱりそういう食としても踏み込んでいくっていう姿勢を我々見せていく、その覚悟で行こうと思います。なるほど。入ってるね今日。しっかり装着させられました。はい。私は林健良。しっかり関係ない鉢巻きを巻いちゃったわけなんですけれども、それでは行ってみたいと思います。レッツラ。じゃあ入っていきます。お邪魔します。よろしくお願いいたします。もう匂いがもう入った瞬間からそうなんですよ。ということで、店内の方に入ってまいりました。こちら、店主の水岡さんでございます。よろしくお願いします。すごいね、それっぽいね。これすごいですね。頑張ります。これキノコ。そうですね。これ鍋とセットで冬中華そうとか。冬中華この紐みたいなのは何ですか。これ洋食の冬中華そう。これ冬中華そうなんだ。図鑑あるんで。図鑑。あ、じゃあ全部キノコなんですね。図鑑がある。冬中華そう生態図鑑。ということで、店内に入ってまいりました。中国の南方料理というところなんですが、一体どういった特徴があるんですか。南方中華っていうのは僕が作った造語で、中国ってすごい広いんで、一個一個省によって料理が違うんですね。一個の省でも雲南とかでかいんで、北と南で料理が違ったりとかも出てきちゃうんですよ。あと省境の際で混ざっちゃってるとかあるんで、キャラが多すぎるんですよ。だからストリートファイター5の一番最後でキャラが多いみたいな。なんでキャラぐらいいましたから。よく日本の人って広東料理と四川料理だとその強キャラを使ってるわけなんですよ。ただなんか競合が多くなるんで、そのマイナーだけどキャラパーがあるようなところの料理を3つ掛け合わせたら東京でもいけんじゃねみたいので、中国一周した時にやっぱり南部のエリアの方が食材とか料理がすごい自分の好みだったんで、南部のマイナーなエリアと、台湾はメジャーになっちゃったんですけど、こう組み合わせて日本の四季に合わせてやっていくっていうのが
僕の定義する南方中華料理。なるほど、じゃあもう中国を渡り歩いて自分の感性に合うのがここだっつって楽しみにしてください。普通の中華料理をイメージしてるとハードルが上がります。ギャップがありますんで、こちら南さんは本来はですね、激辛店というわけではないんですが、本日ですね、この激辛を企画用の特別コースを用意していただいたということで、どういったメニューが出てくるんでしょうか。貸し切り会限定の鍋コースみたいなのをやっておりまして、昨日までやってた台湾料理会の前菜と一品あんこうの辛い料理と最後ちょっと辛い貴州省の発酵トマト辛い鍋みたいな牛肉の鍋が出て、締めにデザートも用意しております。ありがとうございます。おお、来た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 。おお、すごっ。これ全部だ。冷菜盛りだ。なるほど。ドラゴンフルーツと熊エビっていう熊エビの親戚のやつが、熊エビの金柑ソースみたいな。ああ、じゃあちょっと甘めの。ちょっと甘酸っぱいみたいな。台湾の金柑すごい取れるんで煮詰めてソースにして。熊エビ。これはもう激辛全く関係ないんで。いただきます。いただきます。うまっ。美味しい。金柑。甘い感じっていうよりはなんか普通に酸っぱい。酸味が効いてて美味しいです。よく身が締まってますね。かぼちゃとアヒルの塩卵の炒め物。アヒルの卵なんだ。かぼちゃってもっと全然甘いイメージなんですけど、しょっぱくてうまい。塩。確かにこのかぼちゃはどっちかっていうと甘めではなくてしっかりした塩加減。全然イメージと違う。美味しいこれ。すごいなこれ。もうすでにちょっとマニアックだなと思って。ただのかぼちゃじゃねえだろうって。ちょっとっていうか、一番なんか味想像しやすいところから行ったつもりがはずなのに全然違うものが。豚の血ともち米を混ぜて蒸したおこわみたいな。で上にピーナッツジューシーガオって言って。多分台湾培った時に肉買えみたいな時に血ともち米を混ぜてこんな感じで。ちょっと肉っぽいですもんね。そうですね。レバーっぽいの鉄分豊富なんで。これも台湾定番。よく見るとですね、米です。もち米がギュッと詰まってる。なんていうんだろう、漢方っぽさ。一気に中国感。でも美味しいなこれ。血のなんかその健康の良さそうさ。漢方感確かに。漢方感がやっぱりそうある。これは元気でそうか。これはお肉。イノシシのソーセージ。イノシシのソーセージ。うまっ。何この山椒か。まず山椒はちょっとついてるよね。これ台湾料理ザ定番みたいなしじみのニンニク醤油漬けみたいな。美味しそう。定番なんだ。定番なんだ。俺台湾結構行ったけど。台湾の老舗料理屋さんとか行くと大体冷菜のとこに 100% ある。老舗あんま行ってなかったのかも。しじみを食うんかな。確かに。何もしじみの身を食べるってことですよね。いいですかね。うわ。ニンニクもいただいちゃっていいんじゃないこれ。これも相当ニンニク。お酒に合う的な。いやこれは酒進みますね。こんな激辛を企画にかこつけてこんないいものをいただいてしまって。本当にうめえマジで。うまいね。ニンニク醤油。ニンニク醤油だ。しじみちょっとすっごいちっちゃいのにさ、もう味わいがすごいっすね。強いよね。すごいね。で真ん中がですね、ちょっと台湾スパイス煮込みのゾーンで、アヒルの水かきとアヒルの心臓と水かきこれが心臓。時生さん四川で食べしたですね。あれこれどっかで食べたことあるなっていう。鴨のですね、下鴨タン。どっかで食べたようなこともある気がするけど。いかれてみますか。うちで鴨の下です。ここか。そっかそうだ。これ下なの？これ下です。下？これどうやって食べるんですか？これはもうこっちの食べれそうな部分を
食べる。太い方が下で分かれてる方が顎の骨なんですよ。あ、こっちが顎これの。顎の骨なんだ。太い方も下の骨があるんで骨の周りをうん食べて、うんで顎の周りの肉もちょっと食べる。おいしっかり骨だ。続いて本当だ。なんかわあ、中国っぽいわ。うんこれこういう味下なんだ。付けあるわ。そう。うん。こういう味付けあるわ。あるよねそれです。うんこれどういう味付けなんですかね。これよく台湾とか中国でよくルーっていうやつで、ずんどんの中にスパイスいっぱい入れて醤油味でブツブツ入れた佃煮のタレみたいなのがあるんですよ。でなんかいろんなスパイスが掛け合わさって10種類とか入ってるんですけど、で鴨とか鶏とか豚とかの内臓系をこうグツグツ煮て保存食みたいな感じです。水かきいきます水か。かきいきますか。これは食べたことないな。どこまでが一人用なの。アヒルの水かき。食べるんや。ねえ。確かに。水かき。あんなとこ食べていいの？水かき食べて、プルプルだよでも。うん。プルプルっすよ。あ、これ丸ごと食べれるんだ全部。あそこから骨抜いてるんで、本当は骨入ってるんで入ってるのかゴリゴリして美味しい。めっちゃゴリゴリしてますよ。な。アヒルのハート。ああ。歯応えあるな。すごい強いうん。強さを感じる。松茸とセリの干し豆腐。松茸なんだ。これうん。じゃあその麺っぽいのが豆腐だ。松茸は和のイメージだけど、ねえ。そうでもないんかな。でもキノコはあんじゃないですかめっちゃ向こうに使われるか。あるからな。サラダ。うん。これは意外とさっぱりしてる。さっぱり味の力強いやつと、こういうさっぱりなやつと、いろいろ使い分けが、いろんなキャラをね、練り合わせたみたいなね、はい。早話だったから速ね。いかんなく。水岡さん的には江戸米使うよりもんマイナーキャラ3キャラ運用で、いや本当そうだよ。多分。それが今やね大人気、予約の取れない確かに。料理店なんだもんな。マーガオっていう台湾の山胡椒で煮た、落花生です。もう落花生でかいな。すげえ、豆も力強い。豆力強いですか？豆まで。豆力強いな。豆までやりに来る。ウコッケの茶葉卵。台湾のコンビニに行くと電子ジャーの中に卵がいっぱい入ってて漢方薬の匂いがするんですけど、それウコッケでちょっといい茶葉で作りました。この卵よりはちょっと小ぶりなのかな。これは案外普通かも。ほうほうほう。一般的にウコッケイはどういう卵の特徴があるんだろうな。栄養価が高いやつですね。でこれウコッケの中でも初産みの卵なんで、ウコッケの中でもサイズが超ちっちゃい。あ、北海道。 1回目のちょっとちっちゃくて、栄養素が一番高いみたいな感じで、なるほど。いやでもこれ卵の味ですけど、おいしいです。美味しいね。美味しいです。もちろん美味しいんだけど、なんかこの味付けで食べたことないから美味しい。めっちゃマニアック寄りっていうようなさ、なんか一般的な通常技みたいな感じで、道着のしゃがみ中パンチもちゃんと入ってるみたいな。これ出てるよ。これ紅茶大事だ。炒めてる炒めてる。ありがとうございます。すみません。見学行っていいかな。おお。全部入れた。おお。赤い。赤いね。赤いし危険な緑。きた。おお。すごい陽気。すごいね。すごいよ。あんこうの唐揚げにして唐辛子炒めみたいな。めちゃくちゃ辛そうなんですけど、この唐辛子の中、山椒の中からあんこを抜いて食べる料理なんで、唐辛子食べちゃダメなやつです。あ、そうなんです。その2種類入ってて、これしなしなのが香りがいいやつで、こっちがやばい。その二種類あるんですね。唐辛子ああ、確かに全然違う。グッとくる辛さのはこっちですね。あ、へえ。これインドから中国で加工したプットジョロキアの中華版みたいな。これそのジョロキア。聞いたカタカナがさ、でパクチーとネギがあるんで、それはちょっと香りがついてていいんで、でこんな感じでこう食べればなるほどなるほど。香りだけついてるみたいな。
山椒もこれすごいシーシーするんで、なんか徳田さんちょっと挑戦したいみたいなのだったらちょっとあれですけど持ってますよね。山椒はでもねチェンドゥでだいぶ食べさせられましたからね。よく言うフォアジャオっていうのははじけて完熟してるのなんですけど、これまだ完熟してないやつなんで、青山椒とちょっとよりシーシーするっていうか山椒っぽい刺激が強いんですね。それではあんこうの唐辛子炒めいってみたいと思います。行ってみましょう。辛いのかな。うまっ。うまっ。うまっ。ハオチー。そういう感じでやってくの。おうち来た。これマジうまいですよ。うまいこれ。まずこのあんこうの身がプリプリで一個一個は大ぶりですね。山椒いってみます。うん。山椒あるわ。元にあった。あ、すんごい。あ、でも美味しい。なんかちょっと一緒に食べるの美味しいかもしれない。魚を揚げた感じ。そうなんですけど、白身魚のめちゃくちゃプリプリしてますね。すごいこれ。うまっ。パクチーと一緒に食うとすごい広がるね。世界が。山椒うまっ。こちらもね一かじり見てみたいと思います。それ辛い。いやわかんない辛い方だと思います。これ辛くない方です、辛い方はどう？俺ちょっと今なかったわ。最悪や。これちょっとにしときない？本当にちょっとにしときない？どう？いやまだわかんない。ちょっと過ぎたかな。ちょっと舐めるぐらいの感じで。いやいやちょっと過ぎるとないから。俺から辛いと思うわこれ。あ、ちょっと過ぎたかも。人舐め。あ、来るね。辛い。あ、辛そう結構辛い。熱くなってきたなんか。俺唐辛子と一緒に食べるのうめえわ。辛っ。このね山椒いってますねちょっこれうまっ。美味しい本唐揚げ自体の辛さはそんなに。そんなにそう辛くないです。唐揚げはだからそこから自分なりのとアレンジしていく。そうアレンジができるっていう料理です。めっちゃ乗せるじゃん。何粒？12粒ぐらいあるこれだって。これやりすぎっしょ。いやでもうまい。なんか香りがすごい。山椒の人生で食った唐揚げの中で一番うまい。いやマジで。これはかなり本当にマジでうまい。何これ。来ました鍋でございます。おおやばいんだけどすごっ。発酵トマト鍋みたいな感じ。発酵トマト鍋。そうなんです。貴州省のトマト鍋があるんですけど、お米とトマトをこう合わせて乳酸発酵させて、現地だと牛肉とかの鍋にしたりとか川魚ナマズとかでやるんですけど、さっきあんこを出したんで、今回牛肉の鍋になっております。あとお出汁用にハマグリとお豆腐的な感じでタラの白子を、あとここら辺白子入れちゃうってすごいね。ここら辺はなんか雲南のちょっと衣笠岳とかちょっとキノコがいろいろ、冬虫夏草も入って冬虫夏草もここに入っておりますね。ちょっと混ざっちゃってちょっと下に沈んでるんですけど、ちょっと元気が出る。言ったらトムヤムクンの中華版トムヤムクンみたいな。貴州省ってのクソ暑いけど海が遠くて塩が取れないんで、なんかミネラル感とかをなんか酸っぱいのでこう補って暑い夏を乗り切るみたいな。いただきます。状態変化があるのか。一口。美味しい。つえ肉だ。いわゆるだってこれ肉発酵感ありますね。トマトの酸味だけではない。これもちょっとチャイニーズなんか中国行くとこういうこういう感じのが出てくる印象。あでも結構辛いな。ちゃんと広がりますわ。唐辛子がどうですかお肉。肉うまいっす。めっちゃ甘くて。ちなみに僕は衣笠岳のこの食感にびっくりしてます。キノコなのにキノコの女王とかっていう。え？違います。サクサクしてるこれ。
雲南きのこティアでいうと SS みたいな。本当だこんなキノコ食べたことないね。ねえキノコって言われてわかんないもんだって本当だ。何これ。ねてかサクサクサクっていうかなんだこれ。えねえこれ大貫さんだったら白滝って言うじゃない白滝入ってんだけどっつって倉持さんはこの厚揚げ美味しいねって言ってたんです。めちゃくちゃでも本ね当にそう分かんないと面白そう確かに言われないとお麩とか厚揚げみたいな。冬中華草いっています。冬中華草がどれかすら分からなかった。さっきのラーメンみたいなやつでしょこれ。そうっすね。ベビースターラーメン。ベビースターラーメンみたいなやつ。冬中華草ってなんすキノコですね。キノコ虫に寄生してこう入ってきちゃうみたいな感じなんですよ。そういうだからこれ全部が虫から取ったわけではない。そうそうですよね養殖のパターンってさなぎにこう球根みたいなところにこうえのきみたいなのがかかって値段も手頃で色も綺麗だし人気があるじゃないですか。あ、歯ごたえ結構ある。えのきみたいですけど、えのきの歯ごたえがより強い。そうです。肉上等ね大変。ちゃんと俺らみたいなもんがなんかいい肉食ってみたいなねちょっと罪悪感のある柔らかさしてただこれ辛さ的にはまだいけるなとる。いやそれはそうです。ねえ思っておりますタイ激辛を用に取り寄せたなるほど。中華のプットジョロキアの唐辛子ペーストにしたやつです。さっきのやつですか？さっきのやつは乾燥ので香り出すだけなんでそんなに辛さが出る状態ではないんですけど、これは一晩ふやかしてこでもねえの用意されてうミンチしてちょっと油で伸ばしてみたいな味噌状態になってるんで、もうポテンシャルがすごい出た状態。最後にちょっと締めの麺にしようかねぐらいの時にちょっと辛さ足すかねみたいなわかりました。感じで。始まります始まります。だってまだ舌滑らかだもん。確かにね。結構喋ってるもんね俺。確かに激辛大シリーズにしては。今回。時々さんの会話量っていう時目痛かったですよね。ちょっと揮発しちいやゃっても本当に。麺が吸わせ始める。これ米ですね。あ、ビーフミーシェンだ。ミーシェンですね。そうです。あ、来た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 。来たついに入った。まあでも我々は本当にそんじょそこらの激辛プレイヤーじゃないんで。これ本当辛いですよこれ。激辛プレイヤーだからプレイヤーが出ちゃった。激辛芸人って言おうとしたけど、それは違うな。芸人ではないちょっとだけ入れて一旦様子見みたいなそうですね。うんティースプーン一杯ずつとかで様子見ないとマジでみんな食べれなくなっちゃう。どうですか？麺がもっちりしてるこのミーシェンマジうまい。これでも乾麺なんですよこれ。乾麺をなんで？一晩水につけてからさっと茹でるとすごいもちもちになるの。なんかもう緊急でやる場合は熱湯に乾麺ぶっ込んで20分ぐらいグツグツやるとすぐ戻るんですけど、戻りすぎちゃうんですね。なるほど。わざわざ一回水になんか雲南省のスしてやるーパーのとこれが。メーカー推奨で。めっちゃ美味しいこの。これめっちゃうまいわ。めっちゃ美味しい。あとまとってる辛さを。じゃあ。いやなんかチキンレースみたいになってる。なんかその影が忍び寄ってきてる感じっす。一杯ずつぐらいだと。嘘でしょ？そっちにいっぱい行くの直で言ったらもうすごいですよね。すごいじゃん。直は効くぜみたいな感じで。じゃあこっちにちょっと入ったけどね。ちょっと入ったのさ。ほんとだったもう一丁いくでしょ我々。もうだって赤からの30を30はちょっとあれはまあ正直ちょっともう悪ふざけ企画でしたよ。いやこの肉は食べたい。肉は食べた方がいい絶対。この肉はもうすでに一応ちょっと辛いやつだからな。そうっすね。いやただこの辛くないこのスープがここに残ってるっていうのもちょっと確かにねそうこれで一回中和されちゃってるみたそいうな。なんですよね。時戸さんがだからちょっとさっきちょこっと入ってたから。まあ半分ぐらい入ったかな。ほんとちょっとこれ見てました先っちょほんとちょっとそう半分ぐらい入っちまったの。よかった今言ってくれて、俺じゃ突っ込めなかったっす。さすがゲストなのに。
うんあ結構きてますよ俺この肉じゃあんまり分かんないかもしれないから、もしかしたらそのちょっとでいってる、もしかして俺も辛さあんま分かんねえな。ちょっと行きましょうか。ほんのちょもう直でいこほんのちょっとずつだけ、気持ちだけでいきましょうか。調整してる。相当調整してますよこれ。俺ひよってるから今。もう僕たちのこの日々の修行何だったんいですかやいややば。なんでこんな語りかけてくんの。フリーザクションおそんなにいや結構入れたよ今。いっぱい結構入っちゃった。いや結構入っちゃったよ今。あこんぐらいいくか戻れる。いきますいっぱいおお。すごいですね。こんな苦行やってるんですか毎回。いや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 。あでも辛いわ。うんさすがに辛いかも。うん直撃してるからね。もうちょっといきますわさすがに。すごいですね。もうほら先輩が言ったら統一しないといけないからさ。いやでも本当食べきこれれる直箸いった？ね。いやでもいけるこれいけるいける麺やっぱりね麺ってどこ？俺らスーパ決められてるースー。パーサイヤ人あこれでもこの唐辛子うまいわ。これマジおマジ美味しいおもう一杯。すごいですね。ってないもん。確かになさそうだかなり辛くなってはいるんですけど、んなんかそのうまいなの、ねえあれそう全然キープしてますよね。トマト系の鍋で今まで食った中で一番うまいですうん。よかったです。うまいのはもちろんだけどやっぱ独特そう個性が本当に強くて。なんかねいろいろ入ってんだなっていう辛い。普通に辛い。小作の口数がここで。別に普通に辛いよ。いやいやいややばい、もうあれなっちゃったんだ時戸さんは。もう激辛になっちゃったかもなっちゃう。ここで出てくる。バカねえじゃねえかと思ってた。ここで出てくる。いいっすけど全然。確かに色はやっぱちょっと違うね。確かにね。全然大丈夫ですよいや色違いすぎでしょこれ。これが中国を辛いっす。これやばい。全然ちげえじゃん。ちょっと俺も言っていい？全然ちげえじゃん。ちょっとレスレーシンと時の部屋辛っ。入っちゃった感じいやそれなんかそのまあでもちゃんと辛いな。辛いなんか唐辛子から出てきた。これこれはねちょっと一段上上がってるかもしれないさ時戸さんが。マジかよ。仕上げすぎてるだろこれ。でも美味しいな。なんかそこまでいっても美味しい。そうそうだねそうなんだよそうねそうなんですよね。すごいっすね。うん。久しぶりに無理なく無いや理なくこれ無理なくはでもちなみにすごいっす結構。自分のペースで一応いけたうん。すごいサウナみたいな感じで。熱気がすごいですね。最後デザートで。来た。すげえ何これ。杏仁豆腐もタイミングの。杏仁豆腐って杏仁豆腐じゃないところもすごいこの杏仁豆腐あれだわ美味しい方の杏仁豆腐だ見てわかるんですか？わかりますお寒天っぽくないやつでこれ上はこれ上がドラゴンフルーツと洋梨あ洋梨で下に潜ってるのが杏仁豆腐とセンツァオっていう台湾のハープゼリーみたいな黒いやつですか黒いやつあーなんか熱を取るんでここら辺に桃の樹液っていうプルプルなやつが入ってますドラゴンフルーツってこの色のものもある。あそうなんです赤と白がなるほど。さっき白いのは。さっきそうさっき白前菜では白でところこれ4月でいたな。うん。シャーベットだドラゴンフルーツシャーベット初めてだな杏仁豆腐うま杏仁豆腐うまっ。いや杏仁豆腐あんまり好きじゃなかったんですけど、俺今まで杏仁豆腐じゃないものを食べてたかもしれない。だからそれ寒天ですわなんかそうそう違うんですうまっ。これうまいね。これ杏仁豆腐って作ってるんですかあそうですあただ
そんな杏仁からすりつぶしてとかは今やってないですけど、うん杏仁の粉みたいなのがあるんですよ、生成してくれたの、それと牛乳と生クリーム、あとお水と砂糖、ゼラチンみたいな。美味しい。めこれ何ですかね。じゃあこれちょっと私がドライフルーツかな。あれ、待って、これ分かるかもしれない。食べたこと絶対ある。でしょ。なんですかそれ。なんだっけこれ。これフルーツです。マンゴーみたいな味はするんですけど。世ドライマンゴーじゃない。マンゴー、そうだ台湾マンゴードライですね。いいですね激辛王って。いいもんですいいね。もんですね激辛王って。いや美味しかったですね。いやーごちそうさまでした。皆さんどうでしたか。いやー本当にいろんな料理ね、いろんな食材が出てきて、はいいろんな味わい、いろんな食感が出てきたなっていうね。満足度の高い激辛王でしたね。で今までやっぱりなんだろう、その一品料理で食べるっていうことが割と激辛多い中で、そうですねここまでコースで出していただいて、徐々にねその辛くなっていく様とか、はい最後の最後も自分の好みでこのね辛さが選べると。でさらにはこのデザートまで鑑賞させていただいて大満足でございました。そうでした。ということでですね、まあ美味しかったんで、もう一回登場していただきましょう。店主の水岡さんでございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あんこの唐揚げが。いやあれすごい。唐揚げ市場なんか絶対他で食べれないな。うんあれはコースの方は食べれたりするんですか？やる時もあるんですけど、どっちかっていうと貸し切り宴会用のメニューではあるんですよ。なるほど。こういう鍋会の一品料理でやることが多いです。貸し切ってください。皆さんぜひ。来たって食えるとかは限らない。い。そうですね。その日のコースってなんとかその日そうです。今月みたいな感じで、今月は2ヶ月ごとに一緒のメニューやってますので。ホームページとかツイッターとか見ればわかるんですか？そうですね。インスタグラムと X でもこの料理の紹介、メニュー変わりましたとか、キャンセル出ましたとかやってますね。だから僕はトマト鍋いろいろ食べてきましたけど、いやその中でも一番味わい深くて美味しかったそうです。美味しかった。ジエワさんが四川の火鍋をこうすごい食べさせてたんで、まあ、ちょっと違った感じので辛いけどトマトってあんまりないと思うんで、今回チョイスして。いやもう本当にね最後までね美味しく食べさせていただいて、ね、そうだし、そのさ、その時の動画をさ、こう見てさ、そこもなんかちょっとその調整した感があるっていうのもなんかまたいいよね。確かに。だいぶ今回のオファー受けてから過去の激辛王とジエワさんの時に何食べてるかなってちょっとチェック入れてるんでかぶるとなと思って。北澤さんははい一番その印象に残ってよく好きないやもうどれもやっぱ良かったんですけど、強いて言うなら麺ですかね。麺美味しかった。麺がやっぱりこんなにもちもちしてんのってやっぱちょっと嬉しかったですね。水岡さんありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。またぜひお邪魔させていただこうと思いますので、頑張って予約取ってお出していただきます。また行きます。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。ザンギさんありがとうございました。またね毎回本当にお世話になっております。ありがとうございます。で本日訪れたこちら、南方中華料理の南さんはですね完全予約制となっております。なのでねフラッと入ってきても入れるもんじゃないという。で予約の方は、興味ある方こちら概要欄の方の URL からチェックしてみてください。お願いします。それでは、告知の方でございます。はい。まあいつもの X はストリーム、YouTube とか見ていただきながら、一応3月にバーチャル世界大会があるんですよ。お、そうなんだ。そうまず3月1日です。 3月にバーチャル世界大会があって、その後にカプコンカップお出場するという形なんで、見ていただけたら両方だ。いいんじゃないかなと思います。そうだ。一応2つも控えてるんすで、ごいな。どうしようかなって思って。確かにバーチャルどこなんですか。いや日本である。あ、日本なんだ。両方日本なんそうだ。見やすい時間ぜひぜひね、海外じゃないからね、見ていただけたらありがたいなと思います。これ見ます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。北澤さんどっか行きたい激辛確かに。
もうザンギさんもうそろそろね指名権があってもいいぐらいですよね。その確かに得られますよね。そう提案してくれたら俺は行きます。なんならなんか激辛王じゃなくてもいいっすわ。確かに大さんの好きな企画に我々を使っていただいて確かにそのレベルですよ。ああかもしれない。水球やろうぜでも僕ら頑張りました。ああでもちょっとねやっぱ食べてみたいそう辛いものって、まあいっぱいあるじゃないですか、そうなんで全然どんどん攻めていきたいなって気持ちはあるのでありがとうございます。ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。また俺を見ていきましょうよ、はい。それでは本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。また。